中年オタッキーです。ちょっと運行中に動画を作るのが難しくなった。ということで、地場のね、運転手になったんで、回転がすごい早い仕事に、なっておりますので、自宅でなんとか動画をね、何本かでも撮っとこうということで、今日は自宅からお送りしております。で、今回は、このカメラとレンズの紹介になりますね。コンタックスの 159mm とテッサー 45mm F2.8 45mm ですねの F2.8 というレンズとこの組み合わせで写真を撮ってきました。それではこの動画作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回ね使ったこのカメラコンタックス 159mm ですけども、1985年に発売になったということですね。ミノルタが α7000、α9000 を発売したのと同じ年になります。で、これね、以前はコンタックスのカメラ、この前はヤシカが作ってたんですけども、ヤシカが経営破綻しまして、京セラに引き継がれてるんで、このカメラもね、ちゃんと底板にね、京セラの文字が書いてあります。こいつはプログラムモード。それもね、3種類のプログラムモード。LP、P、HP ということで、シャッタースピード遅め、標準、早めのプログラムモードを搭載していますね。で、このね、裏蓋のところにね、ここにね、プログラムのね、アルゴリズムが書いてあるという、極めて珍しいタイプのカメラになると思います。シャッター速度はね、マックスで4000分の1ということで、これパッと見はね、普及カメラなんですよね。もう完全に見た目普及カメラなんですけども、モータードライブの接点もありますし、これはハイエンドカメラになってくるのかなと思いますね。裏蓋を開けてみますね。よっ。はい、シャッター速度4000分の1ということでね、もう当たり前のように、縦走り機械膜のシャッター膜ですね。ちょっと音がね、たまに、チュンって鳴きますけど、これは多分ね、経年劣化の音なんだと思います。今の音ね。今の音が正常な音だと思いますね。この音ですね。で、今回使ったレンズがこのテッサー 45mm F2.8 ということで歴史のあるレンズになりますね。テッサーといえばね、テッサーコピーとかいろいろあるんですけどもね、カメラ、特にフィルムカメラのコンパクトカメラとかをね、好んで使っている方は一度はね、テッサーコピーのレンズのカメラ使ったことあるんじゃないかと思いますし、二眼レフカメラとかでもね、4枚構成のものは大体テッサーコピーなんですね。構成図を見るとね、トリプレットの光群を割って貼っつけたみたいな感じの構成になってるんですけどもね、設計当初の思想はどうやらちょっと違うっぽいですが、この辺はちょっとね、テッサーレンズの特集として、組んでいこうかなと思いますね。そんなわけで今回ね、このカメラで撮ってきたんですよ。45mm F2.8 テッサーということなんですけどもね、テッサーの中でもこれ T スターコーティングなんで、ある意味究極のテッサーなのかもしれません。で、メイドインジャパンですので、製造していたのは、歌機も大好きな富岡工学になるんだと思います。それではね、ここからはね、コダック WX を400に増刊して撮影した作例を紹介していこうと思います。果たしてコンタックス 159mm にこのテッサー、T スターコーティング 45mm F2.8 はどんな写りだったのか、作例を、ご覧くださいませ。それではここから作例です。はい、作例ですけどね、もう1枚目からいきなりもう鷹の目テッサーの本領発揮と言われるゾクッとするような高解像度の、写真になっておりますね。これ全体的に見ていただければわかると思いますが、このレンズ結構被写界深度は深いです。ボケが出るかなと思ったんですけどもね、あんまりボケは出ないですね。ボケをね、重視される方はちょっと避けて通るレンズになるかもしれません。でも解像感はもう凄まじいですよね。ちょっとボケこの写真出てますけども、ボケ的には柔らかいボケと言ってもいいのかな。3、4枚構成でこんなボケになるんですね。
こちらもね、一番手前のアジサイに、焦点を合わせていますので、奥がボケておりますが、結構綺麗にボケていると思います。まあ、テッサの代名詞とも言える改造感で、もうそれだけのレンズと言っても過言じゃないのかもしれませんけど、それだけで十分な値打ちがあるレンズなんだと思いますね。まあ、モノクロでね、今回撮影したんですけどもね、まあ、改造感は十分出るということは分かってたんですが、まあ、予想以上の改造感でありました。回調っていうかね、滑らかな回調もまあ比較的出ているのかなと思いますが、この辺は最近のレンズにはかなわないのかもしれませんね。で、T スターコーティングということもありまして、まあカラーでも撮ってみたいなと思っています。で、このね、コンタックス 159mm にカールツアイステッサ 45mmF2.8 の組み合わせでね、マリックスさんのね、リバーサルフィルム。中身はどうやらね、エクタクローム100になるということなんですけど、そちらを試写してみようと思います。もう一本の、まあ、2本いただいてるんですよ。試供品みたいなの2本いただいてるんですけど、もう一本はちょっと悩んでいます。EOS1 に L レンズでいくか、それとも F5 にシグマでいくか。まあ、その辺でちょっと悩んでおりますが、どちらがいいか、もしくは違うカメラがいいかとかいうリクエストも受け付けておりますので、リクエストありましたらぜひぜひお願いします。はい、今日のね、カメラ紹介いかがだったでしょうか。まあ、このカメラね、一応ね、露出補正とかも使えるしね、こんな見慣れでね、中級機、ハイエンド機に近い、スペックを持っているんですね。まあ、カメラ自体はね、もう京セラのカメラですので、レンズ、ミラーのズレがあったりとかして、一応弱い部分はあります。で、レンズはね、これ、テッサということもありまして、カールツアイスのね、ヤシコンマウントのレンズの中では比較的安め。まあ、安めと言ってもそこそこするんですけど、のレンズになっておりますので、まあ、テッサの写りがね、存分に楽しみたい方、まあ、デジタルでもね、ヤシコンマウントのマウントアダプターとかあると思いますし、まあ、ヤシコンマウントのカメラね、ヤシカのカメラでもコンタックスのカメラでもどちらでも使えますので、試してみてはいかがでしょう。EOS の EF マウントのアダプターも確かヤシコンはあるんじゃないかな。そんなわけでね、今日のカメラ紹介はここまで。ここからは、いつもの作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはリン&シリウスさんですね。久しぶりですね。お久しぶりです。リン&シリウスです。作品投稿は初めてになりますので、お手柔らかにお願いします。カメラ、キャン A1。以前投稿したジャンク1000円機。レンズ NewFD50mmF1.8。フィルムイルフォード HP5 プラス ISO400 です。今年1月に引退した長野電鉄3500系の運転台です。上等元の英断3000系時代から数えるとちょうど50年の大ベテランでした。武骨な感じの運転台と写真、モノクロ写真が結構合っていて、個人的にはすごいお気に入りです。スマホの壁紙にしちゃいましたということですね。車内から撮っているので被写界深度が浅くて微妙にピントが外れているような気がしますが、少しトリミングをしています。これからもどんどん熱くなっていきますので、お体にお気をつけください。タイトルは、歴でお願いします。ということですね。で、作品なんですけどね、こういう作品すごく好きですね。本当にね、もう切り取り感がものすごいんですよ。おそらくなんですけど、構図はこれになりようがなかった。これにしかなりようがなかったと思うんですけどね。もうこれだけで十分だと思います。このね、緊張感、マスコンをね、握る手の緊張感が伝わってくるような写真になっておりますね。素晴らしいと思います。リン&シリーズさん、ありがとうございます。次はプリンさんの投稿ですね。プリンです。作品投稿します。タイトルは、シューティングネイチャー。全部ひらがなですね。修正加工なし。カメラ OM1、レンズ OM50mmF1.4。フィルムはオタク WX、ISO100 に玄関設定。ストリートには様々な生き物、生物らしきものを見ることができますが、見過ごしてしまうことはあまりにもったいない。それを出落ち覚悟でスナップをすることをネイチャー系ストリートスナップと定義しました。ネイチャーはひらがなです。念のため。今回の写真はあまりにも解像度が高く、被写体とのギャップが激しかったため、まずは作例をもとに広める必要があると思い投稿いたしました。ということですね。で、作品なんですけどね、まあ、オタク WX をね、100に減刊ということで、
まあ、見事な改造感が出ておりますね。で、まあ、コダック WX なんですけどもね、以前からも言っておるように、ISO100 で撮っても400で撮っても800で撮ってもあんまりね、感じが変わらないフィルムにはなるんですが、まあ、100で撮った方が流浄感も少なくて、シャープな写真になるんですね。これ、カニ道楽かなんかの、模型ですよね。こんな生めかしい作りになっているとは知りませんでした。プリンさん投稿ありがとうございます。はい、次はね、諏訪圭さんの投稿ですね。おたっきーさん、皆さん、こんにちは、こんばんは、諏訪圭です。今回は最近流れが来ているらしいコンデジで撮影したものを投稿します。フィルムじゃなくてすみません。撮影機材は富士フィルムファインピクス S8600 という俗に高倍率コンデジと言われている機種で、投稿する作品はバラで2枚です。1枚目、また来年。石垣の上に乗った桜の花びらを、テレタンでマクロモード最短撮影距離3メートル付近で撮影しました。2.3 分の1型センサーですが、焦点距離が 162mm、換算 900mm 相当。F6.9 あるので結構ボケてくれます。2枚目は、この特徴的なお姿は、エゾリスを撮ろうと置きピンしていたら運よくフレームインしてきた50から、40からじゃないんですね。50からなんですね。ちょっとだけトリミングしてます。鳥だけに。横からの写真はよく見かけますが、真上からの写真は珍しいのではないかと思い投稿させていただきました。ちなみに、このカメラの AF は弱いので動体撮影はあまりお勧めしません。当時2010年頃、新品で1万7000円程度で売られていた廉価モデルらしく、絞りがないとかなり癖が強いですが、ハマればなかなか良い雰囲気が出るので、フィルム撮影とは違う楽しさがあり、つい持ち出してしまうカメラです。それでは皆さん、怪我や熱中症等にお気をつけて良い、撮影ライフをということですね。で、作品なんですけど、これ全部開放ということになるんですね。で、テレタンで撮ったということで、見事に、ボケておりますが、解像度はやっぱちょっともう一つであることはあると思います。色はいい感じで出ていますね。これ非常に雰囲気がいい作品になっております。で、2枚目は50からということで、50からという鳥があるのはいるか知りませんでしたが、本当に真上からなんですね。これでも木の表面ですよね。非常に不思議な作品です。鳥が木に張り付いているように見えますが、その通りなんでしょうね。色もいい感じですね。廉価版のコンデジ、富士フィルムファインピクス S8600 なんですが、結構いい写りになっているんですね。安い割にはということになるんでしょうけど、ちょっと使ってみたくもなりました。スワケイさん投稿ありがとうございます。次はちょっとアトピンさんの投稿です。おたけさんこんにちは。写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは、雨情。雨の情ね。雨情です。カメラは OM1。レンズはマクロ 90mmF2。フィルムはコダックゴールド200です。雨の日はカメラが濡れるのが嫌なのであまり撮らないのですが、玄関先の雨に濡れる宇津木が綺麗だったので撮影しました。2枚目のタイトルは、ホンダとマツダです。カメラは OM2N、レンズは随光 75150F4。フィルムはマリックス400を200で使用。マリックス現像液1対1希釈。20度9分で現像しました。ということで作品なんですけど、1枚目から。1枚目はね、これマクロで撮影したということで 90mm なんですけど、非常に解像感、ボケとも出ておりますね。花びらからの雫が非常に美しくなっております。で、2枚目はね、ホンダとマツダということなんですけどね、これマツダのポーターかなと、ホンダの、これ S6 かな ?S8 かな、まあ、どっちかだと思うんですけどね、結構朽ち果ててる感じで、特に S6 はやばいぐらいもったいないですね。まあ、200で撮影して9分現像ということですと、しっかり回調が出ております。このフィルム、こういう使い方ありということですね。かなり増刊現像になっている、200で撮って9分で、9分なんで1段か。1段ぐらいの増刊になっているとは思うんですが、しっかり絵は出ていますね。ちょっとお手本になったかなと思います。ちょっとアトミンさん投稿ありがとうございます。次はのりかずさんの投稿ですね。お疲れ様です。先日、友人から12,191円の予算でフィルム現像セットとデジタルデュープの機材を新品で、中古でもいいからカメラとレンズを揃えてくれと頼まれてなんとかそれまして渡したところ、今度はデュープは面倒だからもっと手軽にフィルムスキャンがしたい、なんとかならないかという無茶な注文を受け、考えた末中古でスタンドアローンのフィルムスキャナーならどうだろうかとメルカリで3,500円で探してきました。今回このフィルムスキャナーでスキャンした写真を2枚投稿します。果たして鑑賞に耐える写真になっているかどうか、個人的には十分かなとも思いますが、1枚目、新緑の影。2枚目、土壁と
影ですね。カメラリコ XR1000S、レンズ SMC ペンタックス FA3580、F4 から 5.6、フィルムフォアバン100。このレンズ、さすがに AF 時代のレンズだけはピントが合わせにくくって仕方がありませんでした。それではよろしくお願いします。と言って1枚目から、1枚目はね、ちょっとピン甘かったのかなと思いますが、面白い作品になってます。モノクロ写真はこうやって影で遊ぶのが正解という感じですね。2枚目も結構影で遊んでいる感じですけど、この写真はちょっと左にトリミングしたら面白かったかな。これね、レンガを土壁に埋めてあるような感じなんですけどね、一番左にあるのがね、ちょっとトーテムポールのキャラクターみたいな感じでね、面白い被写体になってるんですよね。ちょっと狙ってみてもよかったかなと思います。ちなみにスキャナーなんですけどもね、モノクロは結構いけるんですよね。カラーになるとね、スキャナーのグレードがガーンと差が出てくると思うんで、まあ、モノクロは大丈夫じゃないか。カラーでちょっとね、スキャンしてみてくださいっていう感じですけど、もう依頼主の方に行っちゃったかもしれないですね。はい、のりかさん投稿ありがとうございます。そんなわけでね、今日の作品コーナー5名紹介しましたが、これで投稿のコーナーね、尽きておりますので、作品投稿ぜひぜひお願いします。で、タイトル画面なんですけど、ちょっと迷いましたが、やっぱりこれですかね。リン&シリウスさんの歴ですね。このね、マスコンを握る緊張感、時刻表とかね、いろいろありまして、この緊張感が非常に映っている、作品。素晴らしいと思います。リン&シリウスさんタイトル画面ゲットおめでとうございます。で、俺のカメラのコーナーとか、他のコーナーお休みになっておりまして、ちょっと教えておたっきーのコーナーに、ちょっと無理やりねじ込んでいくネタがありますので、次は教えておたっきーのコーナーになってまいります。はい、教えておたっきーのコーナーなんですけどもね、今回はね、教えてじゃないんですよね。おたっきーに教えていただいたということで、無理やりこのコーナーにねじ込んできました。マリックスリバーサルフィルムの情報ですね。おたっきーさんおはようございます。昨日のライブお疲れ様でした。速報情報です。早速、昨日撮影したマリックスリバーサルフィルム現像に出しました。私の地元は神奈川県横浜市なのですが、現像をお願いしたお店は横浜駅相鉄口にあるカメラは鈴木ジョイナス店で受け付けてくれました。E6 現像しているラボとお付き合いがあるそうで、そちらに送るそうです。ラボの名前聞いていたのですが忘れました。湯河原にあるそうです。お店の人とお話しして YouTube のおたっきーさんのことを伝えて YouTube でお店の名前出しても大丈夫ですよと言っていましたので、機会があったら皆さんに教えてやってください。ちなみに仕上がりまでは時間がかかるそうで、出来次第電話で来る感じです。今回は現像と LINE にデータを送ってもらうので2500円ほどでしたが、現像だけならもう少し安いと思います。以上報告でした。カメラの鈴木さんは Twitter と Instagram をやっていますので、そちらも見てください。YouTube ネーム、ヤマックスでした。ということですね。そんなわけでね、早速情報来ました。カメラの鈴木ジョイナス店。どっちだった？カメラの鈴木ジョイナス店。カメラは鈴木ジョイナス店というところで受けて、チェーン店、これチェーン店になってるということは、もしかしたら他のね、カメラの鈴木さんも受け付けてくれるかもしれませんけど、E6 現像ということと、あとマリックスというネームがついていることから、今までの実績が分かっているカメラ店、写真店ではもしかしたら結構簡単に E6 現像を引き受けてくれるかもしれません。で、情報、マリックスさんから情報いただいて、一応エクタクローム100が入ってるよと。で、テープなどのつなぎはないよということをね、いただいておりますので、その情報をもとにね、撮影済みのこのマリックス100、リバーサルフィルム。こちらをね、現像出してみてはいかがかなっていう感じになっております。ちなみに奈良県のね、現像って名前失念しましたが、そちらでもね、受け付けているという話も、聞いております。マリックス100リバーサルなんですけど、一応ね、限定販売ということになりそうなので、もしお買い求め、まだの方はね、ちょっと急ぎ目で、そこそこの数は入っていると思うんですけども、リバーサルフィルムが現状非常に高い、特にエクタクローム100がね、3800円だっけで買えるということは結構安いと思うので、エクタクローム国内流通はもう6000円前後になっていっていると思いますので、欲しいという方はぜひね、マリックスさんのサイトを、訪れまして、購入いただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じでね、ちょっとね、通常動画をここで撮るのはちょっと落ち着きがないんですけども、だいたい開封動画とかになっていくんですけどね、週に1回はこのような動画になっていくと思いますので、今後よろしくお願いします。で、投稿のコーナー、各コーナー、ほぼネタが尽き
きておりますので、ぜひぜひ投稿ください。はい、そんなわけでね、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。高評価、コメントどんどんお願いします。特にコメントね、たくさんコメントいただければ、動画がシェアされる、きっかけになっていきますので、そういうアルゴリズムになっておりますので、コメントどんどんお願いします。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、いつも言っておりますが、今すぐポチッとお願いします。で、チャンネル登録なんですけど、通常モードに戻っております。月70名前後増えていっております。1万名目指して頑張っていっておりますので、応援のためにまたチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。